皆さんこんにちは。金子です。今日は私の1週間についてお話しします。月曜日、学校へ行く日。月曜日の朝、私は7時に起きました。まだ少し眠かったですが、頑張ってベッドから出ました。まず、顔を洗って歯を磨きました。鏡を見て、今日も頑張ろうと思いました。朝ごはんはパンと卵とサラダを食べました。テレビで天気予報を見ながら食べました。今日は雨が降らないと聞いて安心しました。食事の後、食器を洗って台所をきれいにしました。学校へ行く準備をしました。制服に着替えて、カバンに教科書とノートとパソコンを入れました。お弁当も持ちました。時計を見ると、もう出かける時間でした。玄関で靴を履いて家を出ました。駅まで歩きながら空を見ました。青い空と白い雲がきれいでした。道では犬を散歩している人や通勤する人が見えました。駅に着くと電車がちょうど来ました。電車の中は少し混んでいました。私は立ちながら本を読みました。大学に着くと、まず友達と挨拶しました。午前中は英語の授業でした。先生の話を聞いて文法を勉強しました。ペアで会話練習もして楽しかったです。その後、ドイツ語の授業がありました。リスニングの問題は少し難しかったですが、集中して聞きました。昼ご飯は友達と学食で食べました。私はうどんを食べました。友達はカレーを食べていました。昼ご飯の後、コンビニに行ってアイスクリームを買いました。外のベンチで食べながら友達と話しました。とても楽しい時間でした。午後は図書館で勉強しました。静かな部屋で本を読み、宿題をしました。少し眠くなったので、水を飲んで休みました。その後、パソコンでレポートを書きました。2時間くらい集中できて、とても良かったです。午後の授業は数学でした。数字が多くて難しかったですが、先生の説明はわかりやすかったです。授業の後、先生に質問しました。先生は優しく答えてくれて少し安心しました。夕方、クラブ活動に参加しました。友達と一緒にバスケットボールをしました。体を動かすと、
とても気持ちが良かったです。汗をたくさんかいて、喉が渇きました。終わった後、水を飲んで少し休みました。夜、家に帰りました。カバンを置いて、まず、お茶を飲みました。その後、シャワーを浴びて、さっぱりしました。夜ご飯は、野菜炒めとご飯とスープを食べました。家族といろいろな話をして、楽しい時間を過ごしました。食後は少しテレビを見ました。ニュースを見て社会のことを知りました。その後、好きなドラマも見ました。ドラマは面白くて笑ってしまいました。テレビを見た後、机に向かいました。宿題をして、明日の授業の準備をしました。ノートをカバンに入れて鉛筆を削りました。終わった後、ベッドに座って少し本を読みました。夜10時ごろ、お風呂に入りました。温かい湯船に浸かって体が気持ちよくなりました。お風呂から出て髪を乾かしました。布団に入ってから今日のことを考えました。月曜日はとても忙しかったですが、勉強もできて友達と楽しく話していい一日になりました。火曜日、家で過ごした日。火曜日の朝、私は8時ごろに起きました。今日は授業もアルバイトもなかったので、家でゆっくり過ごすことにしました。目が覚めたとき、外は少し曇っていました。窓を開けると涼しい風が入ってきて、とても気持ちが良かったです。まず、顔を洗って歯を磨きました。その後、簡単な朝ごはんを作りました。トーストとゆで卵と牛乳を食べました。テレビを見ながら食べたので、時間がゆっくり流れているように感じました。食後は食器を洗って台所を片付けました。午前中は部屋の掃除をしました。掃除機をかけて机の上を整理しました。本やノートを並べ直すと部屋がきれいになって気持ちもすっきりしました。その後、洗濯をしました。洗濯機を回して洗い終わった服をベランダに干しました。外の風で服が揺れるのを見て少し嬉しい気持ちになりました。掃除と洗濯の後、少し休みました。ソファに座って音楽を聴きながら本を読みました。静かな時間が流れて、とてもリラックスできました。時々
窓の外を見ると鳥が飛んでいて可愛かったです。昼ご飯は冷蔵庫にある野菜を使って野菜炒めを作りました。人参、玉ねぎ、ピーマンを切ってフライパンで炒めました。ご飯と一緒に食べるととても美味しくて体も温まりました。食後はお茶を飲みながらスマホでニュースを読みました。午後は勉強の時間にしました。机に向かって書道を練習したり、英語の文を読んだりしました。辞書を使って新しい言葉も調べました。少し難しかったですが、ゆっくり考えて楽しく勉強できました。その後、英語の本も読みました。今日は外国語の勉強をたくさんしました。夕方になると少し体を動かしたくなりました。家の中でストレッチをしたり、腕立て伏せをしたりしました。運動すると気分も良くなりました。汗をかいたのでシャワーを浴びてさっぱりしました。夜ご飯はカレーを作りました。じゃがいも、人参、玉ねぎ、肉を切って鍋で煮ました。カレーのいい匂いが部屋に広がりました。出来上がったカレーを食べるととても美味しくて元気になりました。夜ご飯の後、少しテレビを見ました。ニュースを見た後、映画を見ました。映画は楽しくて笑ってしまいました。ソファに座ってポップコーンを食べながら見ると、まるで映画館のようでした。夜10時ごろお風呂に入りました。温かいお湯に浸かって体が休まりました。お風呂から出て髪を乾かして布団に入りました。寝る前に少し本を読みました。部屋は静かで外から秋の虫の声が聞こえました。ゆっくり目を閉じて気持ちよく眠りました。火曜日は一日中家にいましたが、掃除も勉強も運動もできて、とても充実した一日になりました。水曜日、友達と会った日。水曜日の朝、私は7時半ごろに起きました。カーテンを開けると、空は晴れていて、とても気持ちの良い朝でした。顔を洗って、歯を磨き、軽い朝ごはんを食べました。トーストとサラダと牛乳を飲んで、お腹がいっぱいになりました。食器を洗った後、机の上を片付けました。今日は学校がなかったので、友達と会う約束をしました。午前中は
少し宿題をしてから出かける準備をしました。ノートとペンをカバンに入れて、着替えて財布とスマホを持ちました。時計を見ると、ちょうど約束の時間が近づいていました。駅で友達と会いました。久しぶりに会ったので、とても嬉しかったです。まず、カフェに入りました。コーヒーを飲みながら、いろいろな話をしました。学校のこと、アルバイトのこと、そして旅行のことも話しました。時間はすぐに過ぎて楽しい気分になりました。その後、一緒にショッピングモールへ行きました。お店を見て回って、服やカバンを眺めました。私は新しいノートを買いました。友達は T シャツを買っていました。モールの中は賑やかで歩くだけでも楽しかったです。昼ご飯はレストランに入りました。私はパスタを食べ、友達はハンバーグを食べました。デザートにアイスクリームを食べて、とても満足しました。食事をしながら、またたくさん話しました。午後は公園に行きました。天気が良くて、風も気持ちよかったです。ベンチに座って、おしゃべりを続けました。周りでは子供が遊んでいて犬を散歩させる人もいました。のんびりした時間を過ごすことができました。夕方、駅で友達と別れました。また会おうねと言って手を振りました。家に帰ると少し疲れていましたが、心はとても元気でした。夜はシャワーを浴びて夜ご飯を作りました。野菜炒めとご飯を食べました。食後は少しテレビを見てから宿題をしました。その後、日記を書いて今日のことを思い出しました。水曜日は勉強も少ししましたが、友達と楽しい時間を過ごして、とても幸せな一日になりました。木曜日、アルバイトに行った日。木曜日の朝、私は6時半ごろに起きました。外はまだ少し暗くて、空気はひんやりしていました。顔を洗って歯を磨き、朝ごはんを食べました。ご飯と味噌汁、そして卵焼きを食べたので力が出ました。食事の後、食器を洗って台所をきれいにしました。今日は午前中、学校に行きました。授業は2つありました。1つは英語で、もう1つは経済学でした。先生の話を聞き、ノートを取りました。少し難しかったですが、友達と質問をし合って
だんだん理解できました。授業が終わると食堂で昼ご飯を食べました。カレーライスを食べてお腹がいっぱいになりました。午後はアルバイトがありました。私は近くのレストランでアルバイトをしています。制服に着替えて仕事を始めました。お客さんを席に案内したり、水を持って行ったり、注文を取ったりしました。時々忙しくて、大きな声でいらっしゃいませと言いました。キッチンから料理ができるとテーブルまで運びました。お客さんがありがとうと言ってくれるととても嬉しかったです。休憩の時はスタッフと一緒にまかないを食べました。みんなと話しながら食べるご飯は特別に美味しく感じました。夜になるとお客さんが増えてとても賑やかになりました。料理を運んだり食器を下げたりして少し疲れました。でも仕事が終わった時は達成感がありました。アルバイトが終わった後、制服を脱いでカバンを持って帰りました。夜風が涼しくて気持ちよかったです。家に着くとまずシャワーを浴びました。そして軽く夜ご飯を食べました。パンとスープを食べながら今日のことを考えました。食後は少し勉強をしました。漢字を復習して宿題もやりました。体は疲れていましたが、勉強もちゃんとできてよかったです。夜遅く布団に入りました。今日一日を思い出すと、学校もアルバイトも頑張って充実した一日だったと思いました。そして明日も頑張ろうと心の中で言って眠りました。金曜日、学校とクラブ活動。朝、私は7時頃に起きました。カーテンを開けると、優しい朝の光が部屋に入りました。外は少し肌寒かったですが、空は青くて気持ちが良かったです。顔を洗って歯を磨き、朝ごはんを食べました。パンと卵や牛乳を飲んで力をつけました。今日は1限目から授業がありました。大学まで歩いていくと、道の木が少しずつ赤や黄色に変わっていて、秋を感じました。教室に入ると、もう友達がいて、おはようと挨拶しました。午前中は日本史と英語の授業がありました。ノートを取りながら先生の話を聞きました。時々
わからないところがあったので、授業の後、友達に質問しました。昼休みは食堂でカツ丼を食べました。とても美味しくて、お腹がいっぱいになりました。その後、図書館に行って少し本を読みました。静かな図書館で勉強すると心も落ち着きました。午後はクラブ活動がありました。私はテニスサークルに入っています。グラウンドに行くと、もうみんなが集まっていました。まず、軽くランニングをして体を温めました。その後、ラケットを持って練習をしました。スマッシュやサーブを何回も繰り返しました。時々失敗しましたが、仲間と笑いながら楽しくできました。最後には試合をしました。走ったり、声を出したりして、体も心もすっきりしました。夕方になると練習が終わりました。汗をかいたのでシャワーを浴びました。とても気持ちよかったです。帰り道は少し疲れていましたが、秋の風が優しくて元気が出ました。家に着くとまず洗濯をしました。汗をかいた服を洗って干しました。その後、夜ご飯を作りました。野菜炒めやご飯を食べました。体を動かした後だったので、とても美味しく感じました。ご飯の後、少し宿題をしました。英語の文章を読んで、漢字の練習もしました。集中して勉強できてよかったです。夜遅くなると布団に入りました。今日は勉強もスポーツもできて楽しくて充実した一日でした。土曜日、買い物や遊びに行った日。朝、私は少し遅く起きました。平日より時間があったので、ゆっくり顔を洗って朝ごはんを食べました。トーストとサラダを食べ、コーヒーを飲んで元気が出ました。午前中は友達と会う約束がありました。駅で待ち合わせをして一緒にデパートへ行きました。デパートの中は賑やかでたくさんの人が買い物をしていました。私は秋の服を見てシャツとセーターを買いました。友達もかわいいバッグを買ってとても嬉しそうでした。買い物の後、カフェに入りました。コーヒーとケーキを注文してゆっくりおしゃべりをしました。大学の授業のことや将来のことについて話しました。友達と話すと時間があっという間に過ぎました。午後は映画館に行きました。
新しい映画を見たのですが、ストーリーがとても面白くて、笑ったり、感動したりしました。映画が終わった後、みんなで感想を言い合いました。すごく良かったね、と友達も言っていました。夕方になって駅まで歩きながらスーパーに寄りました。晩ご飯の材料を買いました。野菜や肉、そしてデザートのプリンも買いました。買い物袋は少し重かったですが、気持ちは楽しかったです。家に帰ると、まず荷物を置いて夕ご飯を作りました。今日はカレーを作りました。人参やじゃがいも、玉ねぎを切って鍋に入れゆっくり煮ました。香りが広がって食欲が湧いてきました。カレーとご飯を食べるととても美味しくて体が温まりました。夜は少し宿題をしてから音楽を聴きました。リラックスしながらベッドに横になって本を少し読みました。楽しい一日を思い出して嬉しい気持ちになりました。日曜日、ゆっくり休む日。朝、私はゆっくり起きました。いつもより少し遅く、8時頃に目が覚めました。カーテンを開けると、外は晴れていて、光が優しく部屋に入りました。顔を洗って歯を磨き、朝ごはんを食べました。トーストと卵、フルーツと牛乳を飲んで元気になりました。朝ごはんの後、部屋を少し掃除しました。ベッドを整えて、机の上を片付けました。部屋がきれいになると、気持ちもすっきりしました。その後、ソファに座って音楽を聴きました。静かな音楽を聴きながら、新聞を読んだり、本を読んだりしました。ゆっくりした時間が流れて、とてもリラックスできました。昼ご飯は簡単にサンドイッチを作りました。トマトやレタス、ハムを挟んで美味しく食べました。食後はコーヒーを飲みながらテレビを少し見ました。ニュースや天気予報を見て今週の予定を考えました。午後は散歩に行きました。近くの公園まで歩いて秋の木々や花を見ました。風が気持ちよくて鳥の声も聞こえました。公園で少し座って友達と電話で話しました。話すだけで楽しい気持ちになりました。夕方、家に帰りました。カバンを置いて軽く運動をしました。腕立て伏せやストレッチをして体を動かしました。
その後、シャワーを浴びてさっぱりしました。夜ご飯は野菜炒めとご飯、味噌汁を作りました。家族と一緒に食べて話しながら楽しい時間を過ごしました。食後は少しテレビを見て、その後、宿題や来週の準備をしました。夜、布団に入りました。今日一日を振り返ると、勉強も運動もできて、散歩や読書もして、とても充実した日でした。ゆっくり休むことができて、明日からの一週間も元気に過ごせそうだと思いました。月曜日、学校へ行く日。月曜日の朝、私は7時に起きました。まだ少し眠かったですが、頑張ってベッドから出ました。まず、顔を洗って歯を磨きました。鏡を見て、今日も頑張ろうと思いました。朝ごはんはパンと卵とサラダを食べました。テレビで天気予報を見ながら食べました。今日は雨が降らないと聞いて安心しました。食事の後、食器を洗って台所をきれいにしました。学校へ行く準備をしました。制服に着替えて、カバンに教科書とノートとパソコンを入れました。お弁当も持ちました。時計を見ると、もう出かける時間でした。玄関で靴を履いて家を出ました。駅まで歩きながら空を見ました。青い空と白い雲がきれいでした。道では犬を散歩している人や通勤する人が見えました。駅に着くと電車がちょうど来ました。電車の中は少し混んでいました。私は立ちながら本を読みました。大学に着くと、まず友達と挨拶しました。午前中は英語の授業でした。先生の話を聞いて文法を勉強しました。ペアで会話練習もして楽しかったです。その後、ドイツ語の授業がありました。リスニングの問題は少し難しかったですが、集中して聞きました。昼ご飯は友達と学食で食べました。私はうどんを食べました。友達はカレーを食べていました。昼ご飯の後、コンビニに行ってアイスクリームを買いました。外のベンチで食べながら友達と話しました。とても楽しい時間でした。午後は図書館で勉強しました。静かな部屋で本を読み、宿題をしました。少し眠くなったので、水を飲んで休みました。その後、パソコンで
レポートを書きました。2時間くらい集中できて、とても良かったです。午後の授業は数学でした。数字が多くて難しかったですが、先生の説明はわかりやすかったです。授業の後、先生に質問しました。先生は優しく答えてくれて少し安心しました。夕方、クラブ活動に参加しました。友達と一緒にバスケットボールをしました。体を動かすととても気持ちが良かったです。汗をたくさんかいて喉が渇きました。終わった後、水を飲んで少し休みました。夜、家に帰りました。カバンを置いて、まずお茶を飲みました。その後、シャワーを浴びてさっぱりしました。夜ご飯は野菜炒めとご飯とスープを食べました。家族といろいろな話をして楽しい時間を過ごしました。食後は少しテレビを見ました。ニュースを見て社会のことを知りました。その後、好きなドラマも見ました。ドラマは面白くて笑ってしまいました。テレビを見た後、机に向かいました。宿題をして明日の授業の準備をしました。ノートをカバンに入れて鉛筆を削りました。終わった後、ベッドに座って少し本を読みました。夜10時ごろ、お風呂に入りました。温かい湯船に浸かって体が気持ちよくなりました。お風呂から出て髪を乾かしました。布団に入ってから今日のことを考えました。月曜日はとても忙しかったですが、勉強もできて友達と楽しく話していい一日になりました。火曜日、家で過ごした日。火曜日の朝、私は8時ごろに起きました。今日は授業もアルバイトもなかったので、家でゆっくり過ごすことにしました。目が覚めたとき、外は少し曇っていました。窓を開けると涼しい風が入ってきて、とても気持ちが良かったです。まず、顔を洗って歯を磨きました。その後、簡単な朝ごはんを作りました。トーストとゆで卵と牛乳を食べました。テレビを見ながら食べたので、時間がゆっくり流れているように感じました。食後は食器を洗って台所を片付けました。午前中は部屋の掃除をしました。掃除機をかけて机の上を整理しました。本や
ノートを並べ直すと部屋がきれいになって気持ちもすっきりしました。その後、洗濯をしました。洗濯機を回して洗い終わった服をベランダに干しました。外の風で服が揺れるのを見て少し嬉しい気持ちになりました。掃除と洗濯の後、少し休みました。ソファに座って音楽を聴きながら本を読みました。静かな時間が流れて、とてもリラックスできました。時々、窓の外を見ると鳥が飛んでいて可愛かったです。昼ご飯は冷蔵庫にある野菜を使って野菜炒めを作りました。人参、玉ねぎ、ピーマンを切ってフライパンで炒めました。ご飯と一緒に食べるととても美味しくて体も温まりました。食後はお茶を飲みながらスマホでニュースを読みました。午後は勉強の時間にしました。机に向かって書道を練習したり、英語の文を読んだりしました。辞書を使って新しい言葉も調べました。少し難しかったですが、ゆっくり考えて楽しく勉強できました。その後、英語の本も読みました。今日は外国語の勉強をたくさんしました。夕方になると少し体を動かしたくなりました。家の中でストレッチをしたり、腕立て伏せをしたりしました。運動すると気分も良くなりました。汗をかいたのでシャワーを浴びてさっぱりしました。夜ご飯はカレーを作りました。じゃがいも、人参、玉ねぎ、肉を切って鍋で煮ました。カレーのいい匂いが部屋に広がりました。出来上がったカレーを食べるととても美味しくて元気になりました。夜ご飯の後、少しテレビを見ました。ニュースを見た後、映画を見ました。映画は楽しくて笑ってしまいました。ソファに座ってポップコーンを食べながら見ると、まるで映画館のようでした。夜10時ごろお風呂に入りました。温かいお湯に浸かって体が休まりました。お風呂から出て髪を乾かして布団に入りました。寝る前に少し本を読みました。部屋は静かで外から秋の虫の声が聞こえました。ゆっくり目を閉じて気持ちよく眠りました。火曜日は一日中家にいましたが、掃除も勉強も運動もできて、とても充実した一日になりました。水曜日、友達と会った日。
水曜日の朝、私は7時半ごろに起きました。カーテンを開けると、空は晴れていて、とても気持ちの良い朝でした。顔を洗って、歯を磨き、軽い朝ごはんを食べました。トーストとサラダと牛乳を飲んで、お腹がいっぱいになりました。食器を洗った後、机の上を片付けました。今日は学校がなかったので、友達と会う約束をしました。午前中は少し宿題をしてから出かける準備をしました。ノートとペンをカバンに入れて、着替えて財布とスマホを持ちました。時計を見ると、ちょうど約束の時間が近づいていました。駅で友達と会いました。久しぶりに会ったので、とても嬉しかったです。まず、カフェに入りました。コーヒーを飲みながら、いろいろな話をしました。学校のこと、アルバイトのこと、そして旅行のことも話しました。時間はすぐに過ぎて楽しい気分になりました。その後、一緒にショッピングモールへ行きました。お店を見て回って、服やカバンを眺めました。私は新しいノートを買いました。友達は T シャツを買っていました。モールの中は賑やかで歩くだけでも楽しかったです。昼ご飯はレストランに入りました。私はパスタを食べ、友達はハンバーグを食べました。デザートにアイスクリームを食べて、とても満足しました。食事をしながら、またたくさん話しました。午後は公園に行きました。天気が良くて、風も気持ちよかったです。ベンチに座って、おしゃべりを続けました。周りでは子供が遊んでいて、犬を散歩させる人もいました。のんびりした時間を過ごすことができました。夕方、駅で友達と別れました。また会おうねと言って手を振りました。家に帰ると少し疲れていましたが、心はとても元気でした。夜はシャワーを浴びて夜ご飯を作りました。野菜炒めとご飯を食べました。食後は少しテレビを見てから宿題をしました。その後、日記を書いて今日のことを思い出しました。水曜日は勉強も少ししましたが、友達と楽しい時間を過ごして、とても幸せな一日になりました。木曜日、アルバイトに行った日。木曜日の朝、私は6時半ごろに起きました。外はまだ少し暗くて、空気はひんやりしていました。
顔を洗って歯を磨き、朝ごはんを食べました。ご飯と味噌汁、そして卵焼きを食べたので力が出ました。食事の後、食器を洗って台所をきれいにしました。今日は午前中、学校に行きました。授業は2つありました。1つは英語で、もう1つは経済学でした。先生の話を聞き、ノートを取りました。少し難しかったですが、友達と質問をし合ってだんだん理解できました。授業が終わると食堂で昼ご飯を食べました。カレーライスを食べてお腹がいっぱいになりました。午後はアルバイトがありました。私は近くのレストランでアルバイトをしています。制服に着替えて仕事を始めました。お客さんを席に案内したり、水を持って行ったり、注文を取ったりしました。時々忙しくて、大きな声でいらっしゃいませと言いました。キッチンから料理ができるとテーブルまで運びました。お客さんがありがとうと言ってくれるととても嬉しかったです。休憩の時はスタッフと一緒にまかないを食べました。みんなと話しながら食べるご飯は特別に美味しく感じました。夜になるとお客さんが増えてとても賑やかになりました。料理を運んだり食器を下げたりして少し疲れました。でも仕事が終わった時は達成感がありました。アルバイトが終わった後、制服を脱いで、カバンを持って帰りました。夜風が涼しくて気持ちよかったです。家に着くと、まずシャワーを浴びました。そして、軽く夜ご飯を食べました。パンとスープを食べながら、今日のことを考えました。食後は少し勉強をしました。漢字を復習して宿題もやりました。体は疲れていましたが、勉強もちゃんとできてよかったです。夜遅く布団に入りました。今日一日を思い出すと、学校もアルバイトも頑張って充実した一日だったと思いました。そして明日も頑張ろうと心の中で言って眠りました。金曜日、学校とクラブ活動。朝、私は7時頃に起きました。カーテンを開けると、優しい朝の光が部屋に入りました。外は少し肌寒かったですが、空は青くて気持ちが良かったです。顔を洗って歯を磨き、朝ごはんを食べました。
パンと卵や牛乳を飲んで力をつけました。今日は1限目から授業がありました。大学まで歩いていくと、道の木が少しずつ赤や黄色に変わっていて、秋を感じました。教室に入ると、もう友達がいて、おはようと挨拶しました。午前中は日本史と英語の授業がありました。ノートを取りながら先生の話を聞きました。時々わからないところがあったので、授業の後、友達に質問しました。昼休みは食堂でカツ丼を食べました。とても美味しくて、お腹がいっぱいになりました。その後、図書館に行って少し本を読みました。静かな図書館で勉強すると心も落ち着きました。午後はクラブ活動がありました。私はテニスサークルに入っています。グラウンドに行くと、もうみんなが集まっていました。まず、軽くランニングをして体を温めました。その後、ラケットを持って練習をしました。スマッシュやサーブを何回も繰り返しました。時々失敗しましたが、仲間と笑いながら楽しくできました。最後には試合をしました。走ったり、声を出したりして、体も心もすっきりしました。夕方になると練習が終わりました。汗をかいたのでシャワーを浴びました。とても気持ちよかったです。帰り道は少し疲れていましたが、秋の風が優しくて元気が出ました。家に着くとまず洗濯をしました。汗をかいた服を洗って干しました。その後、夜ご飯を作りました。野菜炒めやご飯を食べました。体を動かした後だったので、とても美味しく感じました。ご飯の後、少し宿題をしました。英語の文章を読んで、漢字の練習もしました。集中して勉強できてよかったです。夜遅くなると布団に入りました。今日は勉強もスポーツもできて楽しくて充実した一日でした。土曜日、買い物や遊びに行った日。朝、私は少し遅く起きました。平日より時間があったので、ゆっくり顔を洗って朝ごはんを食べました。トーストとサラダを食べ、コーヒーを飲んで元気が出ました。午前中は友達と会う約束がありました。駅で待ち合わせをして一緒にデパートへ行きました。デパートの中は賑やかでたくさんの人が買い物をしていました。私は
秋の服を見て、シャツとセーターを買いました。友達もかわいいバッグを買って、とても嬉しそうでした。買い物の後、カフェに入りました。コーヒーとケーキを注文して、ゆっくりおしゃべりをしました。大学の授業のことや将来のことについて話しました。友達と話すと時間があっという間に過ぎました。午後は映画館に行きました。新しい映画を見たのですが、ストーリーがとても面白くて、笑ったり感動したりしました。映画が終わった後、みんなで感想を言い合いました。すごく良かったね、と友達も言っていました。夕方になって駅まで歩きながらスーパーに寄りました。晩ご飯の材料を買いました。野菜や肉、そしてデザートのプリンも買いました。買い物袋は少し重かったですが、気持ちは楽しかったです。家に帰ると、まず荷物を置いて夕ご飯を作りました。今日はカレーを作りました。人参やじゃがいも、玉ねぎを切って鍋に入れゆっくり煮ました。香りが広がって食欲が湧いてきました。カレーとご飯を食べるととても美味しくて体が温まりました。夜は少し宿題をしてから音楽を聴きました。リラックスしながらベッドに横になって本を少し読みました。楽しい一日を思い出して嬉しい気持ちになりました。日曜日、ゆっくり休む日。朝、私はゆっくり起きました。いつもより少し遅く、8時頃に目が覚めました。カーテンを開けると、外は晴れていて、光が優しく部屋に入りました。顔を洗って歯を磨き、朝ごはんを食べました。トーストと卵、フルーツと牛乳を飲んで元気になりました。朝ごはんの後、部屋を少し掃除しました。ベッドを整えて、机の上を片付けました。部屋がきれいになると、気持ちもすっきりしました。その後、ソファに座って音楽を聴きました。静かな音楽を聴きながら、新聞を読んだり、本を読んだりしました。ゆっくりした時間が流れて、とてもリラックスできました。昼ご飯は簡単にサンドイッチを作りました。トマトやレタス、ハムを挟んで美味しく食べました。食後はコーヒーを飲みながらテレビを少し見ました。ニュースや天気予報を見て今週の予定を考えました。
午後は散歩に行きました。近くの公園まで歩いて、秋の木々や花を見ました。風が気持ちよくて、鳥の声も聞こえました。公園で少し座って、友達と電話で話しました。話すだけで楽しい気持ちになりました。夕方、家に帰りました。カバンを置いて軽く運動をしました。腕立て伏せやストレッチをして体を動かしました。その後、シャワーを浴びてさっぱりしました。夜ご飯は野菜炒めとご飯、味噌汁を作りました。家族と一緒に食べて話しながら楽しい時間を過ごしました。食後は少しテレビを見て、その後、宿題や来週の準備をしました。夜、布団に入りました。今日一日を振り返ると、勉強も運動もできて、散歩や読書もして、とても充実した日でした。ゆっくり休むことができて、明日からの1週間も元気に過ごせそうだと思いました。